常にこれは正しいのか正しくないのかを考えることで、盲目的な思考、言動を極力なくすことができるわけです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第16回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら、仏教に関することなどをお話ししています。ごくごく簡単にお話しすることを心がけています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていただいて、仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思っています。では、今回のお話です。前回は、44年未見真実というお経文が説かれたことについてお話をしました。仏様は菩提樹の下で悟りを得てから40年余りにわたって人々を導くためにたくさんの教えを説いてきました。その結果、たくさんの教えがありますので、人々にとってどの教えを信ずればよいかが分かりにくくなってしまったわけです。そこで大聖言菩薩が仏様に、どの教えを信ずれば成仏できるのでしょうかと質問をしました。すると仏様は、無量義という教えを信じなさいと答えられます。で、大聖言菩薩は重ねて質問をするんですね。では、無量義という教えと、これまで仏様が説かれてきたたくさんの教えとは何が違うのでしょうか。そういう質問をします。仏様は答えられるんですね。自分は悟りを得てからたくさんの教えを説いてきた。それは人々のさまざまな性質や欲求、人々のさまざまな性質や欲求があったからだと。そういう人々を導くために方便を説いてきたと答えられるわけです。方便というのは真実の教えに導くための仮の教え、仮の教えや手段という意味でございます。つまり44年にわたってこの方便、仮の教えを説いてきたんだと。で、これは逆に言えば44年にわたって未だ真実を表していない。自分が説きたいと思っている真実の教えはまだ説いていませんよということになります。で、それが44年未見真実だったわけです。少し前回の振り返りが長くなってしまいましたが、ここから今日のお内容です。仏様は40年余りにわたって説かれた教えの流れをもう一度説明してくださいます。まず仏様は40年余りにわたって説いてきた教えは仏の教えという同じ言葉で示されるが、その内容は大きく違うと仰せになられるんですね。で、その後例えを引かれます。例えば水というのは同じ水でも黄河や井戸、池、大海、雨など役割は皆それぞれ違うというんですね。同じ水でもそれぞれの場所や場面によってあり方は異なります。それと同じで、一括りに仏の教えと皆は思うけれども、その実際の内容、それは違うんだということを説かれているわけです。例えば自分は、仏様は次のような教えをこれまで説いてきたというんですね。で、それが四体、十二因縁、六波羅蜜などであるというふうに示されます。仏教にお詳しい方はいずれも聞いたことがある教えではないかなと思います。今回を含めて3回に分けてこの3つの教えについてお話をしていこうと思います。今日はこの
主体です。主体というのは4つの真理を明らかにするという意味です。この体という字は現在では諦めるという意味で使われますが、仏教的な意味では明らかに見る、物事の本質を確かに見抜くというような意味で使われます。それでこの4つの真理というのは躯体、実体、滅体、動体の4つです。まず最初の躯体というのは、私たちが生きている世の中は躯であるという真理です。この躯であるというのが仏教を身近に感じる人と感じることができない人を分けてしまうようです。この世が躯であると聞いて、まさにそうだと思う人と、なんでそんな暗いことを言うのと思う人に分かれるようなんですね。ただ実際にはやっぱりこの世というのは苦に満ちているというのは誰もが実感するところだと思います。欲しいものが手に入らない。会いたくない人にも会わなければいけない。愛する人と別れなければならない。病気になることもある。だんだん年老いていく。こういうことに満ち溢れているわけですね。これを宿泊と言いますが、日本人は仏教的な文化の中で生きていますから、この世が苦であるということを割と自然に身につけているようです。一方、西洋にはこのような仏教的な文化がありません。ですから西洋の人がこの世が苦であるという真理を聞いて、自分が今まで抱いてきた疑問がようやく晴れましたと、こう言うそうです。確かに世の中や人生には困難なことがあまりにも多くあります。それなのに、この世は楽しいことばかりだと説かれても、これは納得できないわけですね。世の中は苦ですと説明されれば、とてもすっきり受け止められると思います。とはいえ、この世は苦であると説かれるからといって、塞ぎ込むことはありません。仏教ではちゃんと解決策が示されます。ということで、まずはこの世は苦であるというのを明らかに見る。この真理を明らかに見ていくということです。続いて実体。この世が苦である原因は自分の煩悩や執着によるのだという真理です。先ほどから述べているこの世にある苦というのは、誰かが苦しみ製造機のようなものでこの苦を作り出しているわけではないわけです。この世が苦であるというのは自分の煩悩や極度の執着にあるのだというわけですね。これも確かにそうだと思えることで、実際に身の回りにある苦の多くは自分がこだわっているためであったり、手に入らないものを無理に欲しがったりするからであったりするわけです。この実態というのは苦の原因を自分の中に探るわけですね。そして次の滅体です。苦の原因である煩悩や執着を滅すればよいという真理です。とても当たり前のことなんですけども、自分の中に苦の原因があるとすれば、それを滅すればよいということです。そして動体。滅する方法。滅する方法は何かということになりますが、それは八正道という方法であるという真理です。もう一度振り返りますと、この世は苦である。苦を生み出すのは自分の煩悩や執着であるという実態。その煩悩や執着を滅すればよいという滅体。では滅する方法はどうしたらいいかというと、それは八正道であるという道体というのが主体の教えです。では八正道というのはどのようなことかと言いますと、八正道というのは8つの
正しい行いのことを言います。八正道ですね。まず最初は、正見、主体の断りを正しく見ること。先ほど出てきた主体という原理を間違いなく認識することです。続いて、正思惟、正しく主体の断りを考えること、思い巡らすことです。続いて、正語、正しく語ること。正語、正しい行動、行いをすること。正命、命を正常にして正しい生活をすること。正精進、正しい努力をすること。正念、正見を得る目的を念じ忘れないこと。正しく念じて忘れないことですね。そして、正常、正しく正常な禅定。禅定というのは心が定まって揺れ動かない状態です。これを正しく正常な禅定に入ることと。この8つですね。正見、正思惟、正語、正語、正明、正精進、正念、正定。この8つ、これらを実践すれば、先ほども出てきましたが、苦を滅することができるという教えです。前回、私はこの主体などは表面的な教えで実践しやすいと述べましたが、こうやって振り返りますと、そう簡単に実践できそうにはございません。大変に失礼をいたしました。ただ、とても具体的な内容であるというふうにも思います。ここまでが非常に簡略ですが、主体という教えの説明をさせていただきました。実践できるかできないかは別にして、仏様は真実の教えに至るまで、この主体という教えを説いてくださったわけです。ただ、ここで注意すべきことは、この主体というのは、あくまで真実の教えに至るまでの方便であったということですね。方便であったということを忘れないようにしていただければと思います。次回は十二因縁のお話をいたします。最後にこの八正道についてもう少し述べさせていただきたいと思います。八正道には先ほど正見ということもありましたけども、正しく見る、正しく思い巡らすとか、正しい言葉、表現を使うとか、この正しいという言葉が出てきます。しかし、これって何をもって正しいと見るべきなんでしょうか。自分で正しいか正しくないのかを判断するのか。これはそうではありませんね。以前に善悪というのは社会や時代によっても違うから、常に観察していかなければならないということが、その無量義経で説かれているということを説明いたしました。正しさも同じで、社会性や時代性に影響してしまうと、大変に物事を間違えて捉えてしまうわけです。まして、自分を中心に正しさを判断するというようなことをしてしまうと、ろくなことがございません。ここはやっぱり仏教ですから、仏様を通して正しいのか正しくないのかということを考えることが大事です。そして正しいのか正しくないのかというのを常に考えることも大事なんではないかなと思っています。これが正しいということを一旦決めてしまっててこでも動きませんというのは困るわけです。常にこれは正しいのか正しくないのかを考えることで盲目的な思考、言動を極力なくすことができるわけです。生活の場面においてもそうだと思うんですね。自分が言っていることがいつも正しい。あの人の考えはいつも正しい。社会の仕組みがいつも正しい。そんなことはないわけです。
正しさというのは慎重に扱わないと、ある意味、諸刃の剣になることを覚えておかなければいけないと思います。皆さんはどう考えますか？それでは今日の話はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。